今日の話はナロー系には、ナロー系っていうのはなりたい、アニメーターになりたいとか、漫画家になりたい、イラストレーターになりたい、何かになりたいっていう人は、それにはなれたとしてもその先でうまくはいかないんじゃないかなっていう話をね、したいと思います。でどっちかというと、なりたいんじゃなくて〇〇をしたい、こうしたい、やりたいねっていうような気持ちを大事にしましょうねっていうような話ですね。そのナロー系っていうのは、何かになりたいって気持ちってね、何なんだろうなっていうふうに考えてみるとですね、っていうか最近結構アニメ主軸の中でも、そうだな、日曜日かな、昨日一昨日アニメーター志望者向けのポートフォリオ会っていうのがねあって、ちょっと結構先になるかもしれないですけど、無料公開ちらっとお見せできたらいいかな。ちょっと公開できるか分かんないですけどね、そんなんやったんですよ。アニメスタジオっていうね、アニメスタジオの、知り合いの方、プロデューサーを呼んでアニメーターになろうみたいなね、なるほど、あるか、アニメーターポートフォリオ会だから、アニメーター志望者向けにですねポートフォリオを持ってきてもらって、みんなで見て、でもっとこういう風にしたらああしたらみたいなね話をねしたんですけど、ちょっと身も蓋もないんですけど、僕ポートフォリオっていうワードね25、6歳で知ったんですよ。学生時代ポートフォリオって言葉ね、ちょっとお恥ずかしながら知らなかったんですよ。とかアニメーターになった後に、なんか逆にですよ、そのアニメーター志望の学生さんとかとアニメーターになった後ね、アニメの仕事し始めた時に、ってある程度やった5年後ぐらいですね、それこそアニメーターになって 4,5 年後ぐらいに、そういう学生さんと関わるようになった時に、ポートフォリオって言って、ポートフォリオってなんだろうって僕知らなかったんですよ、本当。いや本当冗談じゃなくて、大学生の時ポートフォリオってワードを知らなかったんですよ。だけどもうアニメーターになってたんですよ。で気づいたら、確かにポートフォリオみたいなものは作ってました。要するにアニメーターとしての能力を自分がアピールするようなファイルを作ってました。同人誌というかにしてまとめて、自分が作った自主アニメをまとめて同人誌にしてました。でそれって多分ポートフォリオだなって思って、これ何かっていうとですね、なんか僕ポートフォリオ会っていうのをねやっときながら言うのもなんなんですけど、なんかもうポートフォリオを頑張って作んなきゃって思ってる時点でもうダメなんじゃないかなって思うんですよ。だってポートフォリオってさ、頑張ってそれになろうみたいなことじゃないですか。アニメーターになろうと思ってポートフォリオって作るんでしょ。そうじゃなくてね、でどれ入れようかな、あれ入れようかな、どうしようかなみたいな、なんか絵が足りない、どうしよう、あれもやんなきゃ、これもやんなきゃ、どうしよう、足りない、どうしようみたいな、ポートフォリオに何入れようかな、ポートフォリオのページが埋まんないなって思ってる時点で、多分そのポートフォリオってね、自分の能力をアピール、アニメーターに限らずイラストレーター、漫画家ね、漫画家ってあんまポートフォリオ聞かないな、自分の能力を、アピールするっていうやつじゃないですか。でそれをアピールしようっていう時に、どれ入れようかな、足りないなっていう時点で、多分もうそれ一回諦めるっていうか、今はならない方がいいと思います。今はそうじゃなくて、僕はどういう状態だったかっていうと、もうどれを入れるか迷うっていうね。だって大量に自主アニメやってるから、絵がいっぱいありすぎる、コンテもいっぱいあるし、キャラ表もいっぱいあるし、原画もいっぱいあるし、どれをその一つの紙面というかに入れるか困ったなみたいな。でギリギリこれとこれだったらね、自分も気に入ってる絵だしいっかみたいな感じで、もうぎゅうぎゅうにギリギリに詰めにして、ちょっとその内容知りたい方はですね、あとブースの方で3年ジブリのなんちゃらってなすので、そちらの方をご購入いただいて見ていただけると一番早いかと思うんですけど、さりげある形でちょっとブースのね宣伝ですけどね、入れるのに困るぐらいぎゅうぎゅうにね、絵コンテもあったし原画もあったしみたいなね、アニメーターあるいはアニメの仕事をするためのアピール材料をね、いっぱい集める必要もなく、だってやってるからね、書いてるから、まさに簡単に言うとスカウト会だったわけじゃないですか。その地図とやったスカウト会で、やっぱりもううちにぜひどうぞ、すぐ来てほしいみたいな人は、ギリ一人いたかいないか、いなかったかなって正直思います。それはなんでかっていうと、アニメーターに求められるそのパラメータっていうのがあるわけで、パラメータって能力のその輪っかが、
そのうちの一つどっかの一つぐらいはそれに達してる人はいるんだけど、もう要するに三拍子揃った人っていうのかな、動きも、絵も、画力デッサンももう全部もうこれもういいっすねみたいな人は正直ちょっとまだいなかったんですよね。それはまだ要するにね、やってないんですよ。埋めてないんですよ、その部分をね。その能力を埋めてないから結局それに達してないんですよね。なんでかっていうと、自分の好きな分野っていうのがそのアニメーターの輪っかの中のどれか1個またはよくて2個ね、もう一つ足りない。例えば動きが全然ポートフォリオないとかね、あるいはその空間とか立体とかがちょっとそもそもないとかね、絵は好きなのは分かるで終わってるみたいなね。それ絵が好きはみんな好き、みんな描くの楽しいし好きな人多いじゃないですか。だけど実際それ仕事にするっていうのはそういうことじゃないじゃないですかね。っていうような分かりやすくめちゃくちゃシンプルに言って、アニメ作りはいいだけの話なんですよね。そうアニメを自分で作ると結局その能力全部使うことになるからね。で動かすの弱いなっつったらやっぱ動き勉強しなきゃな、歩き走り振り向きとかね、そういう基本的な。あとね、ポートフォリオに歩き走り振り向きみたいなね、研修課題の一発目みたいな簡単なやつもちろんないよりはあった方がいいんだけど、それって初心者ですよって言ってるようなもんじゃないですかね。だから歩き頑張って書きましたみたいな、これは歩き初めて書いたんかなみたいなね、真横の歩きとか、いやないよりはあった方がいいんですけど、それ書き慣れてるわけじゃないんだなっていうそうね、書き慣れてるわけじゃないし、それみんな書けますよね。今僕の教材とかさ買ってそっからトレスしたらさ、誰でもできませんそれね。誰でもできることやって欲しいと思いますか、その人材がこれはちょっとできないなって思わせないと取ってくれないですよ。ただなりゃいいのかって話なんですよね。だって目的何なんですかみたいな。そのアニメーターになることなのか、アニメの仕事をすることなのか、そして最終的に例えばその絵を描いて生計を立ててる状態っていうことをメインなのか、それとも理想の作品を作りたいのかね、人によってやりたいことって多分違うと思うんですよ。僕の場合は実は一番メインは絵を描いて楽しく生きることで僕の一番の目標は絵を描きながら楽しく生きていることで、楽しく生きるためにはそれでお金を稼ぐことじゃないですかね。楽しく生きてること絵を描きながら楽しく生きたいんですよ僕だからみんなのこれちゃんと言ってることとやってることちゃんと一致してませんこれ。そうね、そんな毎日いるわけじゃないですよ。たまの本当ここ初めて来るし、南の島去年も行ったな去年は別のとこ行きましたけど、なんか楽しく生きることね、が目標で、そのためには楽しいためには絵が上手くなりたいね。絵が上手いといろんな表現ができるから楽しいですよ、ね、そしてそうするとそれで商売になってお金ももらえるからこれも楽しいですよねっていうふうに、明らかにその絵を描いて人生を楽しくしたい、豊かにしたいっていうのが僕の目標なので、アニメ業界にいることではないんですよ。アニメの仕事をすることでもないんですよね。僕が20代の時はそれが必要だったんですよ。アニメの仕事をしたり、それはアニメが自主アニメいっぱいやってたから得意だった、好きだったっていうのはもちろんあります。なんだけどそれ僕アニメの仕事もアニメ業界も僕からすると楽しく生きるためのツール手段に過ぎないわけですね。そうすると今僕は、独立起業してアニメ私塾っていうのをやってるっていう状態の方が、楽しいね。だからといってアニメの仕事をしないわけじゃなくてたまにやるぐらいの距離感が僕はアニメの仕事、アニメ業界とはのお付き合いとしてはちょうどいいかなと思ってやってます。そして、その技術とかスキルを生かしてそういう目指している人に対して、必要なスキルを身につけていくと、身につけれるようなことを教えていくのを通じて、漫画とかイラストとか他絵を上手くなりたい描きたい人に教えるのが、僕喋るの好きだし教えるの好きだし理論化体系化するの好きなんで、そういうことをやってると。好きなこと、楽しいこと、やりたいこと、そしてやってたことを仕事にしてるって感じなんですよね。なんで僕アニメ私塾の代表になりたいですって思ったことないです、正直人生でないよね。僕はアニメ私塾の代表になりたいななんて人生で一回も思ったことないですよだってやってたら結果それがそのようなものになるからですよね。だしなんか僕は本当なんかマジで
アニメ私塾の代表ですとかまあ必要な時は言いますし、小規模ながら中小企業の社長もやってますけどね、そういう意味では僕は社長ですなんて思ったことないです。必要だからやんなきゃいけないから、肩書きって気づいたらそれになるもんなんですよ。それになりたいって思ったこと俺一回もないですよ。アニメーターになりたいなんて、アニメの仕事をというか、うまいアニメーションいっぱい見てて、こういうのを描けるようになりたいなと思いました。でそのためにはプロになって技術を磨かなきゃダメなんだって思ったんですよ。大学生の時に、大学3年生の時になんか自主アニメでコンペとかで賞をもらったんですけど、賞もらったけどどう見ても下手なんですよ。下手ってのはプロみたいに描けないんですよ。やっぱりなんか線の精度も低いし、なんか動きもなんか雑いし、自分なりには頑張ったんだけど、とてもじゃないけど簡単に言うと宮崎アニメみたいになんねえなとそりゃそうだってそりゃそうだよって思うんですよね、ガイナックスみたいな当時のね、安野さんとかエヴァンゲリオンとか宮崎さんみたいな僕が好きなアニメみたいになんねえなーって、悔しいな、なんでだよチクショーとか思ってたんですよ。悔しいなって、そんな風になんでなんねえんだろうって思ったんですよ。なんでそんな風にうまくできないんだろう、あ、これは素人には限界があると。だから僕大学3年の時にこれどうにかこのまま独立できないかなって思いました。アニメ業界行かないでプロになれねえかなっていうか、それでもう商売できたらそれでもうプロじゃんと思って、この自主アニメをなんかどうにか売ってアニメ業界入んないわけにいかねえかなって考えましたけど、そういう意味ではそのさっき言ったコンペで賞をもらった同じ同時受賞だったんですけど、その時はもうかなり名を馳せていた新海誠さん監督、ほぼ自分の自主制作からそのままプロの監督になりましたよね。でもあの人はちょっと僕は言い訳ですけど、ゲーム会社でもうかなりプロのお仕事されてる方なんですよね。だからアニメーション制作は素人だけど、パソコン周りだったりそういう技術的な部分はもうプロだったわけですよ。それでプロだから完全な超素人じゃないんですよね、その新海さんは。なので僕は本当にただの学生で、パソコンのスペックも低かったし技術もなかったしで、もうこれは無理だと新海さんみたいなの作れねえやと思ってね、その同時受賞で新海さんは、空の向こう約束の場所ってやつだったのプロモーションビデオかなんかで撮ってたんですけど、もうこんな無理だなと思って、別に新海さんを目指してたわけじゃなくて、ああいう画面作り無理だな俺のこの素人のレベルではと思って、なんかやっぱり一回プロにならなきゃダメだなってね。だから必要があったからプロになったんですよ。必要があったから。必要がなかったらなってなかったですよ、正直ね。そうだから皆さんなんか必要だからなるっていうのが多分一番自然なんじゃないかなと思うんです。で、確かにアニメーターになりたいと思ったけど全然動き練習してこなかった。あ、そうですだからむしろアニメの一番なんていうのかな、本質って絵を動くことなんですけどね、なんかゴリゴリ動かしてて、なんかその楽しいなっていうところに至らないでアニメーター目指すのはマジでちょっと言葉は悪いですけど愚の骨頂ですね、マジで愚かの極みです、はっきり言って。なんでかっていうと、ほとんど絵動かしてる時間のアニメーターって絵を描いてる時間ではあるんだけど、そうじゃなくて絵を動かしてる時間だし、キャラクターを演技させてる時間だし、葛藤を作ってる時間なんですよ、アニメーターの本分って。だからお絵描きごっこじゃないんですよそうだから絵を動かすこと、絵で映像表現をすることがメインなの。だからそこに楽しみをまずアニメーターになってから見出せるかなじゃなくて、今こんなに情報もあれば道具もあるんですよね。30年前みたいにアナログしかない、道具がない、だったらアニメ業界にワンチャン行ってみて、なんかその現場でアニメを描いてみてどうかなって時代もありました。だけど今クリスタあるじゃないですか、ね、もっと別のアプリだってなんぼでもあるじゃないですか。アニメ描けない状況じゃなくてみんな描けるし、スマホあるでしょ、スマホでできますよね。そんな高級なタブレットとか液タブとか買わなくたってアニメ作れますからね。で、絵動かしたことない、アニメ描いたことない人がいきなりアニメーターになって、いや実はそんなに絵動かすのよくわかんないかもってなってから言うの変じゃないですかまずやろうよって。だって今できるじゃないですか、ね、できんのになんでやんないのって。業界入った先で将来何したいかが大事ですよね。それを入る前にしっかり考えて、なおかつ入った先でも見つけていくのも大切なのかな。だから自分がどうなりたいかとかどういうのを書きたいかっていうプランがはっきりしてる人って当然だけど強いんですよ。そのために必要なスタジオを選び、そのために必要な
行動するし、そのために必要な友達知り合いを作っていくんですよね。そうだから結果としてそうなってくるんですよね。だから余計なことしなくなります。余計なことしないし、そうすると結局集中するから、結局それになるんですよ。そうだからなりたいっていうのはやっぱ限界がありますよ。なりたいんじゃなくて、それをしたい、それを描きたい、作りたい、なりたいっていうのはアニメーターになりたいじゃなくて、もっと先の自由に表現できる絵描きになりたいとか、面白いアニメを作れる人になりたいだったらわかるんだけど、その肩書きになりたいは限界があるよ。だってその肩書きって合ってないようなもんだよ。もうアニメーションいっぱい動かしてみて、どうやら自分は筋がいいらしいというのが分かって初めてアニメーターに、じゃあこれを商売にしようかって思うんじゃないの。得意だな俺、これいっぱい書いてみた、動かしてみたね、アニメーション作ってみた、でアニメ主塾ってみたいなものに例えば入ってみたの中で、あれおかしいな、俺うめえなみたいな、どうしたもんかなみたいな。俺入った時真ん中より下ぐらいの画力だったのに、半年1年で気づいたらなんかもう俺一番うまいぐらい、3番手ぐらい、絵のどうしてもアニメ主塾ね、やっぱね10年20年描いてる人が普通に自分の弱点補強とかで入ってくるから、絵のなんつうのかな、老練さじゃないけどかなり仕上がってる人が受講してたりもするから、そういう人に面食らって画力的にはなかなかトップ勢に入るの厳しいんですけど、絵を動かすとかレイアウトとかみんなが苦手そうな部分に関しては、これなんか一瞬で俺なんかもうダントツにうまいなみたいなことは結構簡単になれます。できます。筋のいい人だと。あれどう考えても俺アニメーター向いてんなーって自分でまずうぬぼれられるうぬぼれられるってね、わかります？自分でうぬぼれちゃうなーみたいなのいうのと、あと実際オフ会とか、ね、あれはディスコード上でもアニメの仕事してるんですかとか、アニメーターなんですかみたいにアニメーターに間違われる、ね、アニメーターにまず間違われるのとうぬぼれられる、これ自他ともにアニメーターにもうほとんど近い状態じゃないですか。これがセミプロっていう状態ですよね。そのセミプロの状態に気づいたらなってて、今の仕事も楽しくないし、あるいは今の学業もあんま楽しくないし、向いてるとも思えないし、俺これでやれんな、楽しそうとか楽しいな、今その描いてて楽しいし、アニメーションをね、絵を描いてて楽しいじゃないですか。アニメーション描いてて楽しい、なおかつ俺なんかうめえなみたいなで初めて職業にしませんって僕思うんですよ。だから正直アニメ主塾の中でもやっとそんな際立ってなかったら目指さない方がいいと思いますよ。そうだって明らかにその後うまくいかないこと分かってるから。そうで、それは実はアニメ主塾だったら例えば上位3割ぐらいの人は実はアニメーターとしてなれないことは、なるだけだったら本当真ん中以上だったらなれます。スタジオ選ばなかったら。そして食っていけるってなったら多分上位 1割以内ぐらいに多分なると思います。でこれが一般の専門学校とか大学とかだと、アニメ主塾よりも自分で自腹っていうか自分でお金払って自分で勉強したいっていう人じゃなくて、どっちかというと親御さんが出してるケースが多い場合だとこの確率がガクンと減ります。なのでなんか肩書きじゃなくて実態っていうのは自分の実際書いてて楽しい、そしてただ書いてて楽しいだけじゃダメです。プロは周りと見比べても俺やれんじゃん、できんじゃんっていううぬぼれられるのは大事だよ。だってうぬぼれられないじゃん、自分が下手だったらうぬぼれって大事だよ。うぬぼれないとエンジンっていうのはなんか原動力にならないじゃないですか。要するにガソリンですよ、うぬぼれってね。そしてちゃんとそのうぬぼれを燃料にちゃんと回れるかがエンジンの性能だったり技術っていうことになるわけじゃん。それは勉強しないと得られないよね。その両方が大事だと思うよ。皆さんなろうではなく書こう、作ろうという方にね、ぜひ移行して、その結果として肩書きが最終的につくというか、最初からそんな肩書きなんか気にしても本当しょうがないです。本当しょうがないし、肩書きばっかり気にしてるからマジでしょうもなくなりますのでしょうもなくならないように頑張りましょうね。っていうか自分の本当の何をしたいのかっていうことの欲求に、忠実である方が結果として楽しいと思いますよと